んにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は色画用紙や折り紙でもみじと模造紙で富士山を作ります。もみじを作ります。色画用紙や折り紙を準備いたします。あと作りたい大きさの器などの丸い形のものを準備します。折り紙で作る場合は折り紙に入るぐらいのサイズの丸いものを準備いたします。折り紙で作ってみます。色画用紙で作る場合も作り方は同じです。丸い型を当てて印をつけます。つけた印の通りに切っていきます。丸く切れました。切った丸の下側を上に折り上げて、折り上げた分と残った分がだいたい同じぐらいになるように、このように折ります。そうしましたら、下のこの折ったラインと角を合わせて半分に折ります。さらに半分に折ります。下のラインと折ったラインが合うように、このように折り曲げます。反対側にして同じように、このように折ります。さらにこの真ん中のところを折って折り筋をつけます。同じく端を合わせて細長く折ります。折り筋をつけただけなので広げます。今つけた折り筋に沿って切り込みを入れます。切り込みは最後まで入れず、この白い部分の真ん中ぐらい、もうちょっとね、奥に行ってもいいかなっていうところまで切り込みを入れます。こんな感じです。そうしましたら一度広げて、この真ん中のラインに合わせてパターンと2つ折りにします。ここが長い方で短い方ですね。切った場所はちょうどぴったり合うようになっています。もみじの葉っぱの形に切っていこうかと思います。鉛筆で下書きをしていきます。まずはこの真ん中の折ったところ、上の大きい方ですね。こちらの角からこの切れ込みの端まで斜めに行ってから少し丸くなるようなカーブを描いた線を描きます。同じような線をこの折り目とこの折り目と同じようなイメージで左右に引いていきます。斜めにして丸くカーブさせて切り込みの最後のとこまでいくような感じですね。ぐーっと斜めに入れて切り込みの終わりのところ。で、こちらはこのちょっと切り込みがね短いので少し長く延長上に置いたところまでちょっと切ってしまいます。で、最後は軸になるのでまっすぐ下ろしてここはつなげておきます。この通りに切ってみましょう。
このようにもみじの形が出来上がりました。壁面飾りに便利な大きな富士山を作っていきます。今回は100円ショップや文具店などに置いてある模造紙の青色を使っていきます。紙に印を打っていきます。上の辺の半分のところに印を打って、そこから右と左にそれぞれ10センチのところにも印を打ちます。左右につけた印のところからそれぞれ下の角まで斜めの線を引きます。長い線になるので定規がなければ印と角を合わせて折り線をつけても大丈夫です。富士山の形らしくなるように斜めにつけた線の少し内側にカーブを描いて線を描きます。富士山のてっぺんの形になるように波形に線を引きます。富士山の雪星を作ります。白い A3 のコピー用紙を1枚準備します。下からだいたい3分の1のところで折ります。折った部分と上がだいたい同じぐらいの長さになっていればいいです。広げて、この折り線を上に持っていき、下の部分に富士山を重ね、上がこの線とだいたい同じになるところに置きます。富士山の上の形を白い紙に写し取ります。雪帽子の下の部分を形作り印つけます。だいたい真ん中のあたりから右と左に三角形を2つ描きます。だいたいで結構です。ちょっとこっちの方を長くしました。しかもちょっとカーブもつけようかなと思います。この通りに切っていきます。糊を塗っていきます。この描いたラインと切り取った縁のところにしっかりと糊が当たるように糊をつけていきます。ここに富士山の先ほどの頭を重ねて貼っていきます。印がついているので、この印に合わせて貼っていきます。少しぐらいずれても大丈夫です。貼り合わさったら、この最初の富士山の形に合わせて白い紙を切っていきます。もともとの富士山の形の青い紙も切ってしまっても大丈夫です。これで富士山も出来上がりました。富士山の紙が薄すぎて扱いにくい場合は、裏にこのように出来上がった後に縁にガムテープなどを貼ると少ししっかりします。富士山ともみじ、日本の秋の風景にぴったりです。富士山はお正月や桜、いろいろなシーズンに何にでも使えるのでとっても便利ですので、ぜひ作ってみてください。